年収800万円を超えたらそれ以上稼いでも幸せは増えない。聞いたことがあるかもしれません。実はこの説半分嘘です。しかもそれを明らかにしたのは言い出した本人でした。でも信じたくなる気持ちもわかります。給料が上がっても嬉しいのは最初だけ。お金が全てではないという言葉もどこかしっくりきます。しかもこの説を唱えたのはノーベル賞を受賞した学者です。データは45万件。これはもう決まりだと誰もが思っていました。ところがスマホで集めた173万件の今の気分は逆の結果を示しました。お金が増えるほど幸せも増え続けていたのです。ここからがこの話の一番面白いところです。普通学者同士は何年でも論争を続けます。ところがこの2人は手を組みました。一緒に調べ直しましょうと。先に結論をお伝えします。お金で幸せは買い続けられます。ただし例外が一つ。世の中にはお金が効かなくなる人たちがいたのです。それが誰なのかは最後にわかります。第一章、承服を図った最初の経済学者。そもそもお金と幸せはいつから科学の問いになったのでしょうか。1974年、ペンシルベニア大学の経済学者リチャード・イースタリン、幸福のデータを本格的に研究した最初の経済学者と呼ばれる人物です。彼は1946年から70年までの19カ国30の調査を集めました。アメリカから日本、アジア、アフリカ、中南米まで世界中の幸せの記録です。まず、どの国でも同じ傾向が出ました。国の中では収入が多い人ほど幸福だと答えている。まあ、そうだろうな、という結果です。ところが、時間の流れで見ると話が変わります。経済が成長して国全体が豊かになっても、人々の幸福はほとんど上がっていませんでした。国の中ではお金が効くのに、国全体では効かない。この不思議な食い違いは、イースタリンの逆説と名付けられました。考えられる説明はこうです。人は幸福を金額そのものではなく他人との比較で測っている。それならお金はいくらまで効くのか。この問いは半世紀近く答えが出ないままでした。第2章、頭打ち説の誕生。この問いに正面から数字で答えようとした人物が2010年に現れます。ダニエル・カーネマン、心理学者でありながらノーベル経済学賞を受賞した行動経済学の第一人者です。相棒は後に同じ賞を取る経済学者アンガス・ディートンでした。2人が使ったのはギャラップ社の日時調査です。毎日およそ1000人のアメリカ人に電話をかけて前の日の暮らしと気分を尋ねる。積み重なった回答は45万件を超えました。質問は例えばこうです。昨日よく笑いましたか？心配事はありましたか？これにはいかいいえで答える。これが日々の感情。もう一つは人生全体に0から10で点数をつける人生の評価でした。例えるなら温度計が2本あるわけです。今日の気分を測る温度計と人生全体を振り返って測る温度計。この2本はしばしば違う値を指します。結果はこうでした。人生の評価は収入とともにどこまでも上がっていく。ところが日々の感情の方はある金額を境に上昇カーブが水平になりました。その地点が世帯年収およそ7万5000ドル、当時のレートで600万円台です。ここから日本では年収800万円説として広まっていきます。この研究にはもう一つ大事な発見があります。収入が低い人ほど病気や離婚といった不幸をより深い痛みとして感じていました。お金は幸せを増やす前にまず不幸を和らげる方向に効いていたのです。お金で買える幸せには上限がある。この結論は世界中に広まり常識になりました。ただこの巨大なデータには小さいけれど決定的な見落としがありました。第3章、挑戦者はポケットの中にいた。この常識を疑ったのは若手の研究者とあなたのポケットにも入っている道具でした。ペンシルベニア大学のマシュー・キリングスワース。彼が選んだ道具は大掛かりな調査でも実験室でもなくスマートフォンのアプリでした。アプリは1日に3回ほど数週間にわたってランダムな時刻に通知を送ります。今の気分はどうですか？画面のスライダーを非常に悪いから非常に良いの間で動かして答える。記憶ではなく今この瞬間を記録する仕組みです。集まった記録は33,391人から173万件。幸福の記録としては史上最大級の細かさです。結果は一直線でした。7万5000ドルを超えても頭打ちのカーブは現れない。調べられた範囲の一番上まで気分は同じペースで上がり続けていました。
ただし条件があります。横軸は収入の倍々です。同じ幸せの伸びには年収400万から800万、800万から1600万と倍にしていく必要がある。お金の危機はだんだん高くつくわけです。同じ国で同じ問いに正反対の答え。科学は真っ二つに割れました。普通ならここから何年も反論合戦が続くところです。第4章、敵と組むという決着。ところがカーネマンの次の一手は誰の予想とも違いました。彼はキャリアの最後に若い挑戦者にこう持ちかけます。お互いのデータを同じ机の上で開こう。このやり方は敵対的協力と呼ばれています。審判役として心理学者のバーバラ・メラーズが加わりました。3人は173万件のサマデータをもう一度最初から解析し直します。ポイントは平均をやめたことです。全員をまとめて1本の線を引くのではなく、幸福度の低い人から高い人まで総元に分けて線を引き直しました。すると絵が割れました。幸福な人々の幸せは上がり続ける。一番幸福なグループは10万ドルを超えるとむしろ加速する。ところが最も不幸なおよそ 20%、 この人たちだけは世帯年収10万ドルを超えると幸せの伸びが止まっていました。つまり頭打ちは全員の法則ではなく、最も不幸な2割だけに起きる現象でした。残りの8割にとって幸せは上がり続けるものだったのです。では2010年の45万件は何を見ていたのか。原因は測り方でした。昨日よく笑いましたかに、はい、いいえで答える方式では大半の人があっさりはいに達してしまう。それ以上の差は測れません。天井効果と呼ばれるものです。温度計のメモリが上の方で切れていた。だからその先の上昇が見えなかった。2人とも嘘はついていませんでした。読んでいた温度計が違っただけです。決着を一向にするとこうなります。お金は幸福を買い続けられる。ただし深い不幸だけはお金では途中までしか救えない。もちろん限界はあります。これは相関で因果とは限らない。アメリカの世帯年収の話でもある。数字をそのまま日本に当てはめることはできません。それでも全体の構図は変わっていません。中小50年目の答え合わせ。1974年のイースタリンの問いはどこに着地したのでしょうか。経済学が問いを立て、心理学が測り、スマホが測り直し、最後は敵と組むという科学のやり方が決着をつけました。半世紀かけて4つの道が同じ場所にたどり着きました。イースタリンの逆説の確信は、人は比較で幸福を測るでした。この物差しの話に心当たりがある方は、実は前回の動画の主役です。幸福の測り方はいつも隣人に左右されます。カーネマンは2024年90歳で亡くなりました。最後の大きな仕事が自分の有名な説を自分の手で壊すことでした。科学の強さは正しさよりも間違いを直せることにあるのかもしれません。最後に一つだけ、あなたが今思い浮かべた幸せはどちらの温度計でしたか。人生の評価か今日の気分か。測る温度計が変わればお金の使い先も変わるはずです。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。